皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. 今日はシンガポールの駅ぶらり旅の動画です。早速ですが、今回の駅を選びたいと思います。Let's go! ホランドビレッジで、ホランドビレッジは、サークル線にありますね。で、第一印象としてはやはりちょっと外国人が多く住んでいるところというイメージがあるんですけれども、何があるかをまず行ってみたいと思います。Let's go! はい、ただいま、ホランドビレッジ駅に着きました。で、ホランドビレッジ駅は出口3つあるので、これからまずエグジット A の周辺をブラブラしていきたいと思います。それでは、Let's go! はい、ただいまホランドエベニューの東側にあるチップビーガーデンズに来ました。チップビーガーデンズは周辺高級住宅が多くて、そしてちょっとおしゃれ風なカフェが結構ある場所ですね。多分朝食食べれるところもあると思いますので、一旦ここで朝食を食べて周辺の情報を調べてからブラブラしていきたいと思います。ここでもいいんじゃないですか。Okay, can I just have a plain croissant? And for the hot chocolate, is there a cold version? We have iced chocolate as well. Okay, can I get iced chocolate? Iced chocolate. はい、ただいま朝食を買いました。私注文したのはプレーンクロワッサンとアイスチョコですね。チョコが濃厚。クロワッサンから。表面がめっちゃサクサクで、中がめっちゃふわっとしてますね。そして中のバターがちょっと優しめな味のバターが入ってますね。そして今回無料で提供されているいちごジャムを少しつけていただきます。合いますね。はい、これからちょっと朝食を食べながらちょっとホランドビレッジについて調べてみたいと思います。で、ホランドビレッジは1930年代から近くのイギリス軍営の兵士たち、そしてその兵士たちの家族向けの住宅として開発されました。で、近くにあるタンリンというエリアでも昔からヨーロッパ人が多く住んでいらっしゃったので、この周辺は昔からそういう欧米人向けのビジネスが多かったですね。そして1960前半にそのイギリス人向けの住宅を増やすため、この周辺チップビーガーデンズができました。で、そこからシンガポールは1965年に独立になりましたですね。で、1970年代にイギリス軍がシンガポールから撤退した同時に、シンガポールも独立してからホランドビレッジの周辺にもHDB 住宅を作り始めたので、この周辺のローカル住民もだんだん増えてきましたですね。しかしご覧の通りこういう一軒家がまだ残されているし、この周辺にシンガポール在住の欧米人が多く住んでいるというイメージがシンガポール人の中に結構強いですね。そしてもちろんそのシンガポール在住の欧米人たち向けのビジネスもここで多く存在しています。例えば先ほどのチョンバルベーカリーですね。そして今道路の向こう側に結構カフェがいっぱいありますね。ちょっとカフェ側に行ってみたいと思います。で、そちらのアラビカコーヒーは日本からのコーヒー屋さんです。コーヒー屋さん、コーヒーショップですかね。コーヒーハウスですね。コーヒーショップはローカルが食べるところですね。で、実はこのカフェやレストランが立ち並んでいるビルは昔から残されたショップハウスですね。下は店で上は住宅です。ちょっとチャイナタウンでよく見られる中華風のショップハウスと比べて、こちらの方は欧米風でもないんですかね。ちょっと違うタイプですね。そしてチップビーガーデンを一周してチョンバルベーカリーに戻ってきました。で、チョンバルベーカリーはゴントランチェリアというフランスからのマスターベーカー
とのコラボビジネスです。でこの有名なパンシェフも日本でも店を経営しているみたいんですけれどもね、日本でのブランドはブールアンジュというコーヒーハウスです。なんか北海道、東京、三重、愛知、福岡までも店があるみたいですね。はい、これからちょっと、ホーランドエブニューに戻って別のエリアでブラブラしていきたいと思います。でホーランドビレッジの昔の地図を調べてみたら、実は1940と50年代にこの周辺は野菜やゴムの木、ココナッツの木を育てていた園がいっぱいあったみたいですね。そしてこの周辺も、ハッカー系の墓地もあったようです。しかし政府がその土地を開発するため、一回その墓地の日本語で何て言うんですかねはい、ただいまいろいろ調べてみましたので、ちょっと簡単に説明してみたいと思います。1980年代に政府はこの土地を開発したかったため、その墓墓地にあったお墓の遺体を、発掘し火葬を行い、改めて葬ったみたいです。合ってるんですかね。このシリーズでぶらりしながらちょっと墓地を紹介するのもちょっとあれなんですけれども、もしかして電車乗ってる時にこれ何の場所なんだろうと思っていた方々のために一旦紹介してみようかなと思っていますはい、早速ですがホーランドアベニューの西側に行ってみたいと思います。はい、ただいま、ホーランドアベニューの端っこまで戻ってきました。実は私の左にある電車列線はサーカル線ではなくグリーンラインです。そして私の右にあるのは、ホランドドライブマーケットとフードセンターです。もちろんここにもホーカーセンターがあるんですね。そしてホーランドエブニューから約徒歩3分でボナビスタ駅に着きましたので、これから U ターンしてホーランドエブニューに戻っていきたいと思います。私今歩いている通路は2011年にホランドビレッジ駅ができる前にホランドビレッジ行きたかったの皆さんが使っていたルートです。でホランドビレッジ駅は当時に名前を募集して、そして投票された時に先ほどのチップ B ガーデンを由来したチップ B も候補に入っていたんですけれども、やはり皆さんにとってはホランドビレッジの方がこの周辺を代表できるの名前ではないかなと思っていたので、確かに 50% 以上の投票者がホランドビレッジを選んだみたいです。ただいまホーランドドライブから、ホーランドビレッジに戻ろうとしているんですけれども、実はこの周辺昔は公共プールがありましたですね。やはりシンガポールの変化が早いですね。でどうやら私の後ろにある工事現場は2018年から建築が開始したワンホランドビレッジという商店、ビジネス、住宅のエリアみたいです。しかし2014年のマスタープランでホーランドビレッジはアイデンティティノードとして認定されたので、この周辺のこういう低層ビレッジのイメージを守らないといけないので、このワンホランドビレッジも低層ビルで作られていくようです。変化が早いシンガポールではたまにこういうこのエリアのイメージやアイデンティティがこれから守っていくっていうニュースを見たら少しホッとしたんですね。なんかそういうことがないとだんだん自分の思い出すらもなくなっていくのが少し残念だなと思います。はい、これでホランドビレッジの裏側から入りました。なんか生き物係の桜の曲を聞こえたんですけれども、ここに日本の居酒屋もあるんですね。たけしさんという居酒屋です。なんかライブ演奏もやってるんですかね。あそこになんかスタンドがあるんですけれども、そしてホランドビレッジのど真ん中にあるこの2つの小さめな道路はロロンマンボンとロロンリプットです。でこの2つの道路は週末の夜になると当社天国になっています。そしてただいまロロンマンボンとロロンリプットの交差点に来ていますが、現在この交差点のここに、ホランドピアザという場所があるんですけれども、実は私の思い出に残っているのはここに風車があるちっちゃいモールがあったんですね。やはりホランドビレッジなのでちょっとオランダ風の風車があった方がなんか目印みたいな感じだったんですけれども、
まあ変えたようです。しかも結構モダン的な建物になっていますね。で実は2011年にできたホランドビレッジ駅、そして1970年代に名付けられたホランドエブニュー、ホランドクローズとホランドドライブ、この3つの道路はホランドロードから名付けられたんですね。こちらです。そしてただいま、約3時間ほどぶらりしてきましたが、皆さんがこの動画でもしかして風車の模様を何回も見たかもしれないんですね。しかしこの周辺の名前の由来はオランダ人が昔たくさん住んでいたんではないかなということと関係ありません。で実はこちらのホランドロードはイギリス人のヒュー・ホランドという方から名付けられたんですね。あんまり情報がないんですけれども、でもどうやらイギリス人のビルの設計者みたいだったんです。どういうビルを設計していたかもうあんまり情報が残っていなかったんですけれどもね。しかし皆さんがその名前に乗ってシンガポール在住欧米人向けのビジネスが増えてきましたんですね。なので先ほどホランドビレッジの中心になんかいろんなバーやナイトスポットがあったんですね。ちょっと夜に来た方が賑やかではないかなと思いますので、もしかして週末の夜にまたホランドビレッジに来て皆さんに、その様子をお見せしたいなと考えています。はい、こんばんは。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. ただいま夜にロロンマンボンに来ています。でやはりこの周辺は飲み屋さんが多いので、週末の夜になるとすごく賑やかですね。そして前回の撮影で通ったたけしさんという居酒屋です。やはりちょっとライブ音楽やってますね。そしてあちこちのバーがモニターがあるので、ここでサッカーマッチを観戦することができます。おそらくワールドカップとかの時期ですごく賑やかと思います。そして夜のホランドピアッツァはちょっと現代的なキラキラ感がありますね。はい、ということで、夜のホーランドビレッジを背景にして、ここで動画を終わりにしたいと思います。この動画もし面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。